本日の動画は薄い両面テープの貼り方などです。この両面テープは自分で使うために自作したものですが、少し多めに作ってフリマで販売したものです。しかし薄すぎてうまく貼れないとか、受信機ボードが前下がりになるということで貼り方の動画を作ってみました。最近の受信機ボードはコネクター部品が変更されたようで、端子の部分が長く基板から突き出してますね。この部分が原因で後ろが上がり前下がりになるようです。昔のボードと比べるとよくわかります。コネクタ部品の形が少し違います。端子の長さも違いますね。手持ちの一番薄い両面テープを使い受信機ボードを貼り付けてみます。素材は2ミリの厚みがあるのですが、両面テープに圧力をかけて貼り付けてあるので押しつぶされて薄くなります。これは特に薄いものです。ここからは貼り付けの準備ですね。受信機ボードの裏についているコンデンサーの型を取ります。両面テープの剥離紙をコンデンサーに押し付けて型取りします。カッターナイフで切り抜きます。よく切れるニッパーをお持ちなら余分な端子を切っても良いと思います。今回は切らずにそのまま貼り付けます。パーツクリーナーなどで脱脂します。丁寧に油分を拭き取ってください。ボードは特に丁寧に脱脂してください。貼り付けます。飛び出た端子の部分は強く押し付けます。剥離紙に穴が開くほどやっても良いと思います。この部分の押さえが足りないとボードの後ろが浮き上がり、受信機ボードが前下がりになってしまいます。両面テープの貼り方でも飛びが違ってくるので、毎回同じコンディションで飛ばしたいのなら完璧に貼り付けた方がいいです。強く押し付けるとボードが壊れるかもと怖がっているとダメです。両面テープの糊が電子部品の間に入り込む感じで貼ってください。強く押して貼るとご覧のようにフレームの貼り付け面に当たらないほど湾曲します。普通はこの状態では貼れませんよね。この日は気温が低いのでドライヤーで貼り付け面を温めました。受信機ボードをフレームに貼り付けます。当たり前ですが隙間ができてきれいに貼り付きません。そんな時は楊枝の先を使いスポンジ両面テープを伸ばして貼り付けます。もともと2ミリ厚のスポンジ両面テープなので問題なく伸びて貼り付きます。周りだけしか貼り付かないのではという疑問もありますが、中心部分も自然に伸びて貼り付くようです。このように貼り付けると非常に薄いスポンジ両面テープでも受信機ボードが傾くことなく水平に貼ることができます。まだ傾きがある場合はドライヤーで温めながら前の部分を持ち上げてスポンジを伸ばすと良いと思います。幸運にもこの両面テープを入手された方はこの方法で貼ってみてください。今は在庫なしでございます。ここからは受信機ボードに使う両面テープのお話です。基本になるのがこの両面テープですね。これは受信機ボードを買うと付属してくる両面テープです。厚みは3ミリ。この厚みが3軸モードと6軸モードを両立する基準になります。不思議なことにこの両面テープは部品として販売されていません。売っても高くなるので売らないのかもしれませんね。メーカーでは部品を出さないのでショップ様が探し出したのがこの両面テープです。厚みも硬さも標準とほとんど同じものです。値段的には
高めの設定になっています。ちなみに K110 の受信機ボードは3軸ジャイロの場合、薄いタイプの両面テープを好み、6軸ジャイロは厚めの柔らかい両面テープを好みます。特にハイパワー化した機体は標準の 3mm タイプだとラダーやエルロン、エレベーターがコントロール不能になることがあります。メインローターの高回転で起きるフラッターが大きな原因になります。柔らかい両面テープはその振動を増幅してしまうようです。なので 3D フライトをする方はいろいろなタイプの両面テープを試すのです。これはウレタンタイプの両面テープです。ちょっと硬すぎて墜落した時に受信機ボードが壊れそうですね。これは昔海外で売っていた 2mm タイプの両面テープです。素材は標準タイプのものと同じものです。私的にはこれがベストのような感じがします。今はもう買えないので残念ですね。買えたとしても値段が高いです。これを使われている方も多いと思います。車のパーツを貼り付けるのに使う定番の両面テープです。墜落すると受信機ボードも道連れにする可能性がありますね。3D フライトをするには 2mm 厚の両面テープが良いと思うのですが、入手困難なので 3mm 厚の両面テープを 2mm 厚相当にすればいいことなので、釣り糸を使い受信機ボードとフレームを縛り、両面テープを圧縮して使うのはどうでしょうか。私は普通にやっています。特に飛行性能に問題はありません。ただし墜落をよくされる方はやらない方がいいです。受信機ボードがすぐに壊れると思います。私はほとんど墜落させませんし、マッハホールドを完全習得しているので、墜落で受信機ボードが壊れたことはありません。2mm タイプと 3mm 圧縮タイプを比べてもそれほど硬さに変わりはありませんね。釣り糸の縛り加減で飛行性能が少し変わることがあると思うので、安定的な性能を求めるのなら 2mm タイプの両面テープの方がいいと思いますが、そもそも機体を墜落させれば安定的な性能もなくなるので、それほど気にしなくても良いと思います。ということで、薄い両面テープをきれいに貼る方法と各種両面テープの活用方法でした。